風邪の時はポトフを食べます。ヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンの病気についてお話をしたいと思います。ヘビ屋始めて1日1食しか食べなくなったんですけど、だから多分栄養がねそんな足りてないのね。あと最近睡眠時間がすごくどんどん減ってきて、そうすると多分免疫が落ちるんですけど、2ヶ月か3ヶ月に1回ぐらいドーンって風邪ひくんですね。そういう時はもう寝る。そして圧力鍋で野菜だけ入れた、野菜の出汁だけが効いたポトフを食べて体を温めています。そうすると大体治る。寝て食べれば治る。人間とは強い生き物ですね。驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの専門店を私はしておるんですけれども、ヘビって病気になるのならないのっていう疑問があると思うんですね。で、基本的には生き物なんでなります。で、病気になる時にどういう病気が多いかっていうことを今日3つお話ししたいと思いますが、ボールパイソンの病気といえばこの呼吸器にダメージを負うことが多かったりします。なんで呼吸器にダメージを負うのかっていうと、温度湿度が適正でない場合に喉や肺にダメージを負うことがあるんですね。ボールパイソンはだいたい低いところで28度、高いところで32度の温度勾配を持って飼育してあげるといいですよと。湿度も 50% から 60% を維持してあげると健康に育ちますよと言われていますけれども、その適正な温度湿度を維持してあげないと風邪をひいてしまうことがある。風邪になるとね、ボールパイソンはねよだれを出します。口からこう苦しいということで口からよだれを出したりすると、もうそれは風邪というか、病気のサインなので、そういう時に何をしてあげればいいのかっていうと、とにかくすぐ病院に連れて行ってあげると良いと思います。獣医師の先生によってなんかこれはもう薬あげた方がいいねっていう場合と、温度湿度をしっかり適正にすることで様子を見てあげた方がいいねっていうふうに判断をされると思うんですけど、結構素人がそれをやると失敗することが多いので、本当は薬あげなきゃいけないのに温度湿度だけで乗り越えよう頑張ろうみたいになってもよくないし、あとは逆にその抗生物質みたいな薬ってあげるとお腹の中の善玉菌っていうんですかね、必要な細菌とかっていうのももう皆殺しにしてしまうので、それが引き金になって余計に体調を崩しちゃうっていうこともいますから、獣医師の先生にすぐに見せてあげるっていうのが大事なことだと思います。その上で温度湿度はしっかり維持してあげると健康に戻っていってくれると思います。2つ目はですね、これ病気とは違うんですけど、よく心配されたりとか、うちの子こうなっちゃったんですけどどうすればいいですかっていうふうにご相談いただくことなんですが、食べない、拒食、餌を食べない状態のお話をしたいと思います。ボールパイソンはですね、長ければ1年2年餌を食べなくても生きていけるものすごく燃費のいい生き物なんですが、やっぱりそういう生き物に慣れていない方とか、初めてボールパイソンを飼ったという方は餌を食べないのがもう心配で心配でしょうがない。だって私は1日3食食べてるのにこの子は2週間も何も食べていないんですよ、大丈夫なんでしょうかっていう心配されることが多いんですけど、もう体の機能として餌食べるのやめよというモードに入ることができる生き物なので、餌を食べないっていうことはほとんどの場合はもう自分で選んで食べていないということなので、できることとしてはまずね、心配をしない。飼い主が心配をして、なんかもうこの子の体のどこがおかしいんだろうかみたいな、くるっとひっくり返してビヨッと伸ばしてバーって触って温めてあげるみたいな、そんなのしない方がいいです。何か緊張しているとか不安になっているとかストレスがあるので食べるのやめよってなってるので、落ちた、うるさかった、ごめんね、ストレスがかかった。なのでまずは飼い主が落ち着くっていうことと、あとは安心した環境を用意してあげると良いかもしれません。うちの子ね、最近食べてない子をピックアップしようと思ったんですがいなくて、みんなしっかり食べてくれておるのよね。これライトのあるところで透明な飼育ケージで飼ってるじゃないですか。でそれがストレスになる子もいる。なんか光とか人の存在がストレスになる子もいるので、食べなくなるっていうこともあるので、もし拒食になってしばらく食べなくて心配だっていう場合はシェルターっていうんですけど、秘密基地をねが売ってますので、それを入れてあげるとその中にシューッと入っていって落ち着いてもう一回ご飯食べようってなってくれるかもしれません。拒食になっても全然焦ることはないんですけど、もし何かしてあげたいなって考える場合は、シェルターを入れてあげたりとかタオルをかけてあげたりとかすると良いかもしれません。でシェルターを入れる時に一つ注意していただきたいのは、ホットスポットっていう熱源を当ててあげることが多いんですけど、ボールパイソンの飼育ってその熱源の上に置かないようにしてください。シェルターをもうシェルター大好きなんで、シェルターがあれば体が熱かろうが何だろうがそっちに行っちゃうから、そうすると低温やけどしちゃったりとか、本当は少し体を冷やさなきゃいけないコンディションの時にでもやっぱ外に出たくない、暗いところが好きみたいになったりするので、シェルターの下にホットスポットとかヒーターは置かないように気をつけてあげてください。ボールパイソンの病気3つ目はですね、これも病気とは違うんですけど、ダニ問題はボールパイソンを飼育する上で気をつけてあげてほしいなと思います。ダニはね、無からは発生しないので必ずどこかから持ち込まれると思うん
んですけど、例えばお迎えされた時にすでにダニがついていたりとか、爬虫類のイベントがあるんですよね。即売会みたいな、展示会みたいなのがあるんですけど、そこで知らない間にピッて歩いてる時にピョンとダニがね体についた状態で家に帰ってしまって「ただいま帰ってきたよ」とかやってる時にピンっていってっていうことも考えられます。最初の1匹を持ち込まないのがすごく大事なんですけど、ダニが発生してしまった時にどうすればいいのかっていうお話をしたいと思いますが、これフロントラインっていう噴射型のお薬です。これ自体はこの薬効成分にはボールパイソンのダメージになるものは入っていないので心配しないで使っていただきたいなと思いますけど、これなんでうちにあるかっていうと、うちにダニがいるよってわけじゃなくて輸入をしてるので、輸入するとねやっぱり海外からやってくるプロセスの中でダニが発生する可能性があるんですよね。なのでうちは輸入してきた時に100匹200匹多ければ500600来ますけど、もう1匹1匹全部ダニがいるかもしれないという体でトリートメントっていうんですけど、タオルみたいなものにフロントラインを吹きかけてそれで体を拭いてあげることでダニを落としたり、予防したりしています。だからもしダニが発生してしまったっていう時はよく言われるのがお風呂に入れてあげるとか温浴をしてあげるとか、それで落とすみたいなのを聞いたりしますけど、それじゃ基本的に落ちません。こういう薬できっちり落としてあげる必要があって、温浴してもねこの鱗の中に入ってて隠れてたりするので、目の中とかに隠れてたりするから、もしこれダニいるなってなったらこういうお薬をAmazon で買うこともできますけど、あとは動物病院とかに行っても処方してもらうことができると思いますが、しかるべき対応をしてあげると良いかなと思います。こういうキッチンペーパーとかペットシーツで飼育をしてると、ダニってなんかもうちっちゃい黒いゴマみたいなサイズなので発見しやすいですけど、ヤシ殻で飼っていらっしゃる方とか、何かその木材系の床材を使われている方も多いと思いますけど、それだとねすごく見にくいので、もしダニが発生したなってなったら一旦こういう白いもので飼育をしてあげて、ダニが根絶されるまで発見しやすいようにしてあげると良いんじゃないかなと思います。この子は健康。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの病気についてお話をしました。基本的にもなんかおかしいなってなったらすぐ病院に連れて行ってあげてください。そして日頃の適切な食事、適切な温度湿度を維持してあげるように飼ってあげると良いでしょう。当店の販売しているヘビをご覧になりたい方は概要欄にあるホームページまたはライブ配信での紹介動画をご覧ください。飼育やご購入についてご質問のある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。